源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に熟語訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。それでは、源氏物語イラスト役本編のスタートです。いずれの王ん時にか、女房、皇位、あまた侍玉いける中に、いと、やんごとなき際にはあらぬが、優れて、ときめきたもうありけり。はじめより、我は、と思い上がりたまえる御方々。目覚ましきものに、おとしめ、そねみたもう。同じほど、それより、下郎の行為たちは、まして、安からず、朝夕の宮遣いにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負うつもりにやありけん。意図厚しくなりゆき、物心細げに里がちなるを、いよいよ開かず、哀れなる者にお申して、人のそしりをも、はばからせたまわず、世の試しにもなりぬべき恩もてなしなり。
パンダ地名、上人なども、愛なく目をそばめつつ、意とまばゆき人の恩覚えなり、もろこしにもかかることの起こりにこそ、世も乱れ、あしかりけれと、ようよう、雨の下にも、あじきのう、人のもて悩み草となりて、陽気日の試しも、引き入れつべくなりゆくに、意と、はしたなきこと多かれど、かたじけなき、恩、心晴れの類なきを、頼みにて、まじらいたもう、お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。冒頭部分から古文常識的な表現がたくさん出てきましたね。今回は、女房行為についてご説明をいたします。女房、行為、どちらも天皇陛下のお妃様の名称です。現代と違い、平安時代では一夫多妻制をとっており、お妃様もたくさんいました。さらに身分制社会でしたので、その地位によってお妃様の名称も異なりました。天皇の妃として最高位が中宮と呼ばれるお妃様です。でも今回桐壺邸には中宮が在位していませんので、女房、これが妃として最高位となります。女房というのは大臣クラスの娘が受代した時の名称です。そしてその下が皇位となります。皇位というのは大納言、中納言、小納言クラスの娘が受代した時の名称です。さらにその下に内侍の神、内侍の助、内侍の丞などの天皇陛下の秘書的な役割をした女官が在位しています。要するに、女房というのがとても高貴な身分のお妃様で、その下が皇位というわけです。天皇陛下は荒人神とも呼ばれます。個人的な感情は排除し、国のため、そして世継ぎを残すために存在すると言っても過言ではありません。特に古典の世界では、ほとんどが政略結婚でしたので、天皇陛下は身分の高い女性から愛していかなければならなかったわけですね。なのに、皇位というそれほど身分の高くない女性を一途に思い込んでしまった桐壺邸。身分の高い妃たちは、直接桐壺の行為に対して嫌味を言ったり、意地悪な態度を取ったりできるわけですが、身分の低い妃たちは、直接そうした仕返しをすることもできずに、かなりイライラしていたことでしょう。
して政略結婚として娘を宮中に時代させた神田姫たちは余計に苦言を呈します。当時、日本で話題であった幻想皇帝と渓谷の美女、楊貴妃。この事例になぞらえて帝を批判するわけですね。では次回どうなっていくのでしょうか。またお楽しみにしてください。